兄じゃ。兄じゃ。急ごしらえにしては良い出来だ。あとは馬だな。後部艇に倣って牛でもいいが。それはいい。見ろ、我らのこの姿、立派なものではないか。確かにどこからどう見ても賊に見える。そうだな、まるで賊だ。これより先は天を屋根とし、地を寝床とするのだ。それはいい。天下が我らの根城だ。我らには天命がある。そうだ、我らには志があった、思いがあった。荒廃した漢を救うという志が。行くぞ、俺に続け。おー！我らの思いは消えてはおれぬぞ。長兄、お目覚めになられたのですか。夢を見た。私もよく夢に見ますよ。弟よ、我らは正しかったのだろうか。愛した国を討つのです。誰が正しいと言えましょう。この国は死ぬ。
他ならぬ民が殺すのだ。我らはそれの先触れに過ぎぬ。はい。我らの心は常に民のもとにある。我らが正しいか否かは後の世の者が決めること。長兄、我らの道はいつもまっすぐ一本道ではありませぬか。そうだ。いつも我らは三つ首の竜であった。私が悩めばすぐ下の弟が答え、一番下の弟は皆を奮い立たせる。いつもそうだった。そうやって我らはここまで来たのだ。今さら何を間違いようが悔いはせぬ。そうであったな。我らの行く道はあの落日の向こうだ。よく集まってくれた我が同志たちよ。虐げられ奪われ見捨てられし民人よ。なぜ天下の方がないがしろにされ悪人がこの世にはびこるのか。なぜ我らの田畑は実りを生まず、わずかな糧も余さず管理に奪われるのか。なぜ天を語る者たちが声太り民人が苦しめられるのか。すなわち漢は天より授かりし使命を忘れ天下の社食をないがしろにした。漢は天命を失ったのだ。天下に道理なくば我らはそれを正さねばならぬ。悪しき戦士を討ち新たなる世を作らねばならぬのだ。そうだ。俺たちがやるしかないんだ。蒼天すでに死す。後天まさに立つべし。長領様。ああ！長宝様。
同志たちよ、共に行こうぞ。長岳様、大剣名士様、我らをお導きくだされ。おお、弟よ、これが我らの天命だ。兄者、泣いておるのか。弟よ、お前も泣いておるぞ。討つのだ。愛する我らの国を討つのだ。全ての腐敗を断ち切るために。時は孔子にありて天下大吉なり。我らこそが皇天なり、蒼天に代わるものなり。太平道、今こそ立つべし。
寝息のようなものが聞こえたが。あの馬車からか？どういうことだ。いや、大体なぜ馬車が前線に出ている？まだだ。今出ても手柄がうやむやになってしまう。戦には好機があるのだ。わからぬか、銀河よ。それでは商売が成り立たぬ。雑魚など捨ておけ。大魚を釣り上げねばこんな危険な場所まで出てきた意味もない。それに見よ、この敵の勢いを。雑魚といって侮れる相手ではない。まるでイナゴだ。目立てばこちらに殺到するぞ。千や二千を切ったところで引きはせぬ。ふぬけの官軍ども、我らの勢いに押され縮こまるばかりとは情けない。官軍とは核も情けないものか。待て、もしかしたらあいつは。我こそは大権領主長覚様の弟にして敬虔なる太平道の神と人工将軍長領。官軍は腰抜けばかりか。貴様らの中にこの長領と刃を交えようという側の者はおらぬのか。長領、とんだ大物だ。
俺が言うのもなんだが確かに情けねえ。そうだな、願ってもない獲物よ。だが少し待て。あまり先んずればお偉方に睨まれる。どうした官軍。うぬらに将としての矜持はないのか。深潭の底までも腐り果てたか。己賊軍。官軍の将どもよ、貴殿らとて官に仕えし武人の血を引くのであろう。言われるまでもない。投げかわしや先祖の霊に詫びよ。バカ者。この死守に一騎打ちでもしろというのか。万が一にもあのような見かけ倒しに遅れば取るまいが、だが万が一にもまぐれあたりを食らったら。どうする。第一、私の本領は頭脳戦にある。ここは打開策を。主君将軍。私は兵州にて貴問を務めさせていただいております帝剣陽と申すものでございます。名高き主君将軍の武勇ならばあのような賊一人撃つのは赤子をひねるようなことでしょう。ただこれは将軍をおびき出すための罠かもしれません。ほほう、怯えておる怯えておるわ。顔に出さぬのはさすがと言っておる。だが手先の震えは隠せるものではありませぬぞ、主君殿。貴殿は私が差し出す品を買わざるを得ない。あの賊との立ち会いの際に毒矢でもいられ将軍が倒れることがあればこの軍は総崩れになりましょう。あのような賊ごときに将軍が出るまでもありますまい。ではどうする。現金な御仁よ。ここはこの我が手の者にお任せあれ。
よくぞ申してくれた。この主行為、賊の言葉に蝶の煮える思いであった。しかし漢朝廷より大軍の指揮を預かる身、どうしてうかつな真似ができようか。帝剣陽と申したか。さすがは漢の窮地に集いし義勇の徒よ。お主の気骨、実に見上げたものだ。出番だ、宝泉。なんだこれは。それに宝泉だと。今こやつは宝泉と言ったのか。あのバカでかい獲物は。あれは、あの子は放電打撃。じゃああれは、あの武将は。あれなるは我が手の者にござる。主将軍の命を受け賊を討つこの者こそ、天下に豪遊を歌われし男、呂布、あざ名を宝泉と申す。呂布。呂布だって。右岸の軍を一気で壊滅させたっていう南蛮や強族までもが恐れるあの呂布か。バカな。あれは伝説のはず。呂布の行くところ善も悪もなく、ただ死があるのみ。そんな武将、このような下郎が飼えるはずはない。疑っておるよな。だが主君殿、貴殿はこの呂布に全てをかけるしかない。こいつ、なんだこの自信は。あの呂布は本物なのか。この男、我らに背中を向けているのに、まるで我ら官軍にも刃を突きつけているかのようだ。こやつは少なくとも官軍にも漢にも皇帝陛下にも何者にも恐れを抱いていない。
なんだこれが人間の叫びか。馬が怯えてる。いや俺も。両夫だと道化者か。官軍のふぬけども、ふざけた小芝居で戦を愚弄するか。ひげちゃんだと。抜かせい若造が。両夫を語る哀れな若者よ、墓に書く名前を聞かせよう。何を言っておるのだ銀河よ。お前は戦えればそれでいいはずだ。戦って奪って欲に溺れて生きればよい。それがお前という生き物だろうが。悲しい目だと。お前が我らの夢を語るか。そうか、死ぬがいい銀河よ。夢か。この長領は若造の言葉に心を揺らしはせぬ。この長領が。兄じゃ。突撃。
よいぞ銀河よ。お前の化け物ぶり、デクノボーどもにも十分響いたようだ。宣告は出過ぎた真似をいたしました。この帝剣陽目のいらぬ差配に寛大なるご処置をいただき、誠にありがとうございます。顔を上げよ帝元殿。貴殿らの働きは見事であった。もったいなきお言葉。この帝剣よ、ひとえに漢のために報いたき一心で差し出がましき真似をいたしました。それをお許しいただき、天津さえお褒めの言葉を賜れるとは恐悦至極に存じます。貴殿の進軍なくば、我はあの下郎の挑発に乗ってしまうところであった。将たる者は兵を率いるのが本分。戦は犬どものじゃれ合いではない。まことしかり。貴殿は公金どもに武というものを示した。そう私は理解しておる。さらに我らが呂布殿は敵の首を上げた。誰が見ても明らかなる結果と言えよう。過分なるご評価でございます。伝説の武を従える貴殿に過分ということはあるまい。乱を平定した暁には貴殿に十分な褒美を取らせるよう私からも口添えをしよう。ありがたき幸せ。運が良かった。これも日頃の行いが良いからだな。黄金の首領三兄弟が一人、長領の側人あらば高く売れる。これに三将軍の一人、主君の口添えとあらば、賢礼、いや、大使の座も夢ではあるまい。もちろんだ。報酬は10倍にしてやろう。何せ大主様だ。銀河、お前は腕っぷしはあるが、ここが足りん。頭を使ったことがないから頭の使いどころがわからんのだ。もっと頭を使え銀河よ。確かにそうかもしれんが、何も知らぬといいように利用されるだけだ。良い機会だから教えてやろう。今の官軍の体たらくでは反乱軍一つを片付けるのもままならん。軍はふやけきっておるし、将は腐っておるからな。
そこに敵将の首が転がり込んでくる。自分の手は汚れず傷もつかん。どんなバカ者でもいいねで買うだろうよ。何よりも呂布という名前が聞いた。官軍の奴らの目を覚えておるか、あの目つきを。まるで伝説の化け物を見るようだったぞ。はっ、天地の間に比類なき非将軍、陣中の呂布か。くだらんくだらん。すべては伝説よ。黄金どもの信じる迷信と同じか、それ以下のざれ言だ。仮に呂布というやつが本当にいたとしてもだ。そいつが伝説に歌われるような武人なわけがない。伝説には尾ひれがつくものだ。我らが尾ひれを少々増やしてやってもいいではないか。そう焦るな銀河よ。本当に稼げるのはこれからだぞ。お前、この乱をどう感じる？ありきたりの乱と違うとは思わぬか？確かにそれもある。あれは狂信のなせる技だ。だが、俺の言いたいのはそういうことではない。あの規模の戦、これは国を揺るがす戦だ。お前には国がどうの天下がどうのなどは分からぬかもしれんが、この乱はケチな小競り合いには終わらん。呂布の名も売れた今ならさらなる好機が巡ってくるかもしれぬ。ここで掛け金を積まねばいつ積むというのだ。聞こえておるのか、銀河。そんなことがあるわけはない。第一、黄金が天下を取るなどあり得るはずがない。そうだな。だが今は。乗り気になってくれたか。このまま呂布として名を売ってもらうぞ、銀河よ。しかしこの男、たまによくわからぬ時がある。獣のように見える時もあれば、まるで意志というものが感じられぬ時がある。俺はこの乱を機にもっと儲けさせてもらうぞ。